はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 訴訟問題の進捗についてですね、情報の方を共有していきたいと思います。海外の方からですね、僕の方で重要だと思ったものをね、抜粋して紹介の方をしていきたいと思いますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。リップル社は SEC と iLimit、タップジェッツのアミカスブリーフ提出の申し立てに反対していることを非難していますということですね。先日僕の方でこの iLimit とタップジェッツがね、リップルを擁護するですね、アミカスブリーフ。アミカスブリーフっていうのは、第三者からの、意見書のことになります。そちらの方が提出されたんですけども、それに対して SEC がですね、拒否したと。で、それに対して今回、リップル社が返答をしているって形の内容になっております。で、このね、SEC がそのような主張の真意を評価できないのであれば、そもそもこの訴訟を起こす必要がないっていうフレーズがですね、この文章の最後が、ユーザーにですね、結構ハマっているようで、結構リツイートとかですね、かなりされております。つまりは、SEC はですね、その評価、証拠開示外の話が含まれているので、調査できていないっていうことで、拒否してるんですけども、それをね、その真意、今回の主張の真意を評価できないのであれば、そもそも今回のね、リップの訴訟を起こすべきではないっていうね、リップ社の意見がね、結構みんなに刺さっているようです。で、こちらが内容になります。リップルラボ、あと、ガーリングハウスさん、クリス・ラーセンさんですね。このアミカスブリーフの提出許可申請及びそれに対する SEC の返答として、本書式を、謹んで提出しますということで、SEC はですね、iLimit とタップデッツが提供したアミカスブリーフが証拠開示の制限、証拠規則、及び当裁判所の事前命令の制約外、で証拠を、提供しているというそのね、不適切な試みであるということで、主張しておりと、準備書面と、法律の両方を誤って解釈していますと。で、彼らは、業界参加者が XRP に投資したか、被告の努力から利益を期待したか、SEC の本件理論が彼らのビジネスにどのような悪影響を及ぼすかについて、彼らの重要な視点をですね、裁判所に提供するために準備書面の提出を許可することを求めていますと。で、彼らは彼らの視点を裏付けするために、彼らの事業活動や業界に関する情報を裁判所に提供していますと。そのことについて何ら問題があるわけではないと。で、実際、アミカスブリーフの主な目的は、当事者による法的主張を繰り返すのではなくて、より広範な業界の視点を法廷に提供することですと。で、アミカスブリーフを許可するかどうかっていう裁判所はです、決定する裁判所は特にブリーフがね、その提出したブリーフが当事者のブリーフに見られないデータを掲示することによって裁判官を支援するかどうかっていうことを検討すべきであると。で、過去にね、同じような事例があった場合で、その時にね、第1回、巡回控訴判では、裁判所が特定のアミカスの参加を積極的に求めることの賢明さをですね、疑問視して、つまりは同じようなね、アミカスが提出されるってことに、偏りがね、出るので、それに疑問した場合に関して、特別な利益を有するアミカスのみが準備書面を提出することができると判断したケースがあったようです。ただ、第2巡回区ではそのような規則は全くなくて、通常アミカスキュリアの提出の根拠っていうのは法廷への援助であり、当事者から得られない見識を提供するものと。で、過去ね、またこの事例においては、裁判所は SEC がここで掲示しているのと全く同じ主張を退けていると。同じような事例で、過去にね、SEC と同じようなものを退けていると。で、最後に SEC は彼らの主張の事実上の信憑性を評価するか、申し立ての事実ですね、申し立て人の事実が論争されていることを示すことができないことによって偏見を受けるだろうと著しく SEC は示唆していると。で、SEC は XRP の購入はすべて、投資であり、XRP の購入者はすべてリップル社の努力から利益を期待しているという議論の余地のない事実であると誤って主張し、略式判決を求めてますと。で、この2つの今回提出されているアミカスブリーフが、両点に反論、あるいは少なくとも異論していることほど的を得たものはありませんと。で、もし SEC がこのような主張の信憑性を評価できないのであれば、そもそもこの訴訟を起こす必要がなかったということです。ということで、この最後のフレーズですね。これがね、かなり皆さんに刺さっているようです。
で、法律家のジョンさんですね、これに対してまた共有しておりまして、この2ページの手紙、リップルの手紙は非常に重要ですと。で、ビルさんもですね、またコメントをされてまして、しかし、リップル社はこの証拠を提出することができたにもかかわらず、提出しなかったという主張には答えていません。これは SEC が訴えてたんですよ。過去にも、これがね、アミカスが出る前にも、こういったことは話せたんじゃないですかっていう必要ですね。それに関しては今回、これリップル社はね、答えてないんですけども、それに関しては私は戦術的な理由と商業的な理由の両方から、そうしなかった。あえてね、提出しなかったんであろうということでね、コメントを付け加えております。はい、これがね、直近の情報になりますが、またね、これについてはまだ解決しておりませんので、今後また展開していくかと思います。はい、このようにですね、僕の方で今、リップル関連の情報とか SEC の情報、毎日ですね、情報の方を精査してまとめております。できるだけですね、毎日動画の方をアップできるように頑張っておりますので、またね、続きの動画も見ていただければ幸いです。はい、じゃあ、ありがとうございました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。